その1台目は YD2 Sですね。なんか S とそれはどのくらい前に買われてたの？4年3ヶ月前です。4年3ヶ月、今から4年3ヶ月前。じゃあ5月に始めたんで4年と5ヶ月前です。で少しまあだから3年ぐらい。3年ぐらいですけど3ヶ月いかないときもあります。でその時なんか思いついたんですよね。子供の頃しとったやっぱり車それまではメカも何も持ってなかったんですか？大学の時にタミヤのTT01 の一番安い、それは持ってたんですか？もっとったです。今もあります。それを今子供に触らせてるんです。絶対壊れない。じゃあそれはもうそのままで別に1台買ったわけですね。フルセット。TT01 は四駆の切れ角もないゴムタイヤだったので、いわゆるなんか外で走らせる、でもドリフト私も好き興味あったんで、もちろんじゃなかったら多分大学の時に CUP なんか買わないと思うんですけど、もうああいう車乗ってみたいで買ったけど実際維持するのが精一杯で、走ってなんてなんかいろいろその時言われたんですけど、なんか自分のはもうデフも入ってなかったし、今は意味が分かんないちょっと分かってきたんですけど、その頃はこれでするもんじゃないと言われたんで、そうかで燃料とかタイヤ代とかオイル代とかまず買って自分の部屋とかアパート代とか全部払いよったんで、もう維持するのが精一杯で、なんか多分ラジコンでドリフトができるっていうのを知って、多分天才になんかラジコン見学できるのがあるって知ったんで、行ってみっかと思って、でジャイロもつけてなかったんですよ最初。ジャイロなしでもってもう買って買っていったですね。 YD2 のそのそうですね。なんかネットを見て、一番初心者だったらこれを集めたらいいって言って、17.5 タンのモーターでなんかそのプロコの方もその時は MTS っていう3話の2万円ぐらい、1万7000ですかね。これだったらある程度何でもできるし、そこまでことでそれでいいしようってで、みんなが走るのに自分ジャイロもついたらんので、もう2メーターぐらいの範囲で遊べたですねでもなんか思ったんです。絶対またなってやろうと思って3年ぐらいしたんですけど、3年ぐらいしたんですけど、やっぱりもうやっぱ何を機会かにやっぱ店長さんにここを聞いたんですよ。これを買ったけんですね。買って走り寄ってやっぱ先にハイブリッド買ったんですか？動画とかそういうのを見たことあったんですよ。ここのです。ここのはないです。ないです。でこういうハイブリッドをみんなやっぱ使ってたんで、おっちゃんたちは。動画とか見ないのにハイブリッドは買ったんですよ。動画見ないですけど行ってたらみんなハイブリッドに乗ってるんで、見せてもらってたんですよ。で次いろいろセッティングの幅が広い車が欲しいですって言って、ちょうど出たんで動画なんですからちょっと10万しますと。うわマジかってなって、その時に6万ぐらいのアルミのやついろいろあったんですけど、思い切って買って走り始めたんですね。多分会社がここって知ったんで、ここって行けるんですかって言ったら、なんか伊藤さんに気になるなら行ってみようってことですって言われて、じゃあそのハイブリッドを買って一時はラジテンさんで走るようになったんですか？でもちょっとですね、多分3月に買って、これ買ったのが自分のばあちゃんが亡くなった日なんです悪いですけど、こっちにちょうど帰ってきて、天水取って帰ったのを覚えてます3月にそんな行ってないと思いますね。ここに来たのが7月なんで、そんなに行ってない。しかもあっち遠いんであんまりこんなに行かないんですよ。言われてましたね。小池迎えにも行かないんです。あっちは3時15ぐらいにいつも引き上げるんですよね。じゃあ4時まで行けるし、やっぱ 2.5 倍ぐらいかかるんで、時間がなんか
しかもあそこ1時からしか開かないんで、そうですね。で2時間ぐらいしか。あ、じゃあまあ普通に買ってそのここに来るまでっていう間はそのうちの動画見たりとかそういうのもしてないんですか？動画あるって知らなかった。動画あるのを知らなかったんですよ。あ、そういう人もいるかもしれないですね。これまあ初めて来た時ってなんか YD2 とか持ってましたよ。持ってませんでした？間違えた。YD2 のアルミのやつあったんです。そうですね。ですよね。あ、そうですそうです。それ売ったんですあれあの時ハイブリッド持ってましたよ。じゃないですか。いや、もう1台持ってるはずですよ。1台持ってて、あ、そうですね、1台持ってて、もうここに来て走って、あ、もうこっちだと思ったんで、それを売って、YD2 を売ってで、ロングのシャーシを作りたかったはいはいはいが、譲ってもらって、その分、なんか、全部メーカーが乗ったもので10万ぐらい店長さんのそうですそうです譲ってもらわれたんでしたね。そうですあそのだからここで走り始めたのってそっちが先？一緒が一緒ぐらい。もう一緒ぐらいですね。ああそうだそうだ。あ、そうそれを売りに出したんだ。あ、そうだ、そういうだけんそれを買うからその YD2 を一回手放していろいろ全部そう店長さんのを買うのに当ててみたいな。当てたい。そうそうあそうです難しいな。でもなんかまだ1年ちょっとなんだなって思って、そうですね。めっちゃめっちゃ充実しとったですよね。重視ですね。そんな一人でマジで一人で充実してましたよね。来てる回数はやっぱ宮本さんには勝てんなと思って。そうですね。そこだけはなんか回数は回数時間だったら買ってるんじゃないですかね。まあ時間だったら一緒ぐらいかもしれない。そうですね。今日ですね、本田宗一郎さんとうんさっきずっと朝が豊田明夫さんの話をずっと言って、ちょっと感動しましたね。やっぱちょっと当てはまるなと思ったのが、何かを突き詰めた人同士で同じ業種で、なんかトヨタの親父どもの集まる宴会があるらしいんですよ。その時はみんな親父どもが集まるから5分でみんな分からんけど親しくなるって言ったら3秒の世界だったんで、でも結局なんか本当に業種は違うけど、そこを貫いて極めてきた人と極めてる人っていうのはやっぱそんだけ努力をしてるので、やっぱ相手がすごいっていうことはその分努力してきたことは感じる。だからやっぱ同じ気持ちになるっていうのが、これも一緒で、吉田さんもそうなんだろうな。その天才ってやっぱなかなかいないんだよ。その分なんかただやっぱ携わった時間も長いし、やっぱしっかりこれは私があと何年かかけて乗ってもっと上手くなってギルドに行って、ギルドの上手い人たちと話をした時っていうのは多分分かると思う。絶対こういうことをやってきてるし、なるほどな。ずっと家で朝子供を送って送って帰ってきて洗濯物をこうマットライダーで言ったらそう寝とったんです今日飲み会だったんですよね。それですごかったですね。一番最初って何やりましたか？会長。まず自分のペースでそれの前って何もしてないんでしたっけ？やってないと思いました。じゃあやっぱそっか、もう宮本さんがその前におったからコントロール、自分がコントロールできる範囲を自分で把握できないとどうにも何をするにもどうにもならんよねっていうのがもう分かってたから隊長には最初から言ったのかもしれない。なんかそれはなんか言われました。なんか1日か2日でなんか見てもらって、ああまだ多分大丈夫ですって言われたりとか、なんかまだなんかその押し付けが少ないんで、車のコントロールにですね。でまだ全然多分全然悪い癖はそんなについてないと思いますみたいなことは言われてても、なんかだからそれが今だと意味が分かりますよね、はい、車が行こうとしてない方に
ってるのに無理やり違う方向に曲がれってしてるような感じのが少なかったんでしょうね、きっと。いや今は逆にそのとっさのアンダーとかもし出よったと思うんですけど、やっぱ今もう出せなくなってた、実際もうやってくださいって言われた時に出せんくなってるっていうことは、で車はそうなりたくないのになりたくないのにしおるわけですしおるわけだからですね。はい。車だからあれだけど、それ相手が人間だったら怒りますよね。そうじゃない。でもまあそうそうそういう動画見ましたね。どっかでなんか唐揚げの気持ちなのかなんか言いましたね。なんかもう自分の口の中は唐揚げ食べたいになってるんだけど、はい、全然違うのになんとかでラーメンってラーメンの気持ちでもラーメン意外といけるかもしれないですね。なんかありました。どこで捉えてたんですか。ありましたね、なんか。そうですね。あれでも2回か3回見たと思う昔。まだ我慢できるかなっていうのに付き合う分はいいけど、全然違う。唐揚げなのにパスタ食べに行きましょうみたいな。そうですね。だからまあ唐揚げ食べたい時に中華料理屋さんとかだったらまだいいかもしれないですね。唐揚げ行きたいのにデザート屋さん行きましょうって時はちょっと甘いものとかでしょ。そうです。そうでもその車も一緒で、だからやっぱり押し付けるっていうのがもうそういう状態になってるような感覚なんですよね。なんかその感じれるようになってくる。はいはい。でまずはそれを感じれる、そういうのを感じれるっていうところに立つことがスタートラインだと思うので。そう最初みんな下手なんで地味な運転にいいと思うんですよ。派手にせんでそこがラジコンだから、自車だったら多分しないと思うんですよ。でもラジコンだからリスクが少ないから、少しでも早く上手くなりたいっていう気持ちが先走ってしまって、自分だってコントロールできてないのに、そこを考えずに曲がれってしてしまう。じゃなくて、まずは自分は本当にこれはコントロールできて、車が気持ちよく曲がってるよねっていうのを感じながら曲がれるスピードっていうのはこのくらいだよね。本物の車だったら絶対そこをまず探すと思うんですよね。でもまあその行動っていうか、普通にまあ街乗りする状態だったらそれだけど、やっぱりサーキットに行くと結構ラジコン的な感じの方も多いですよ。積載車で積んできてるから、ぶつけても最悪帰れるじゃないですか。やっぱサーキットだからっていうのでテンションが上がって、車は曲がろうとしてないのに曲がれってやってしまってぶつけてしまったりとか。だからラジコンでも同じような感覚で、ちゃんと車が曲がるような状態にちゃんと自分が車を持っていってあげて、曲がるような状態になったところでちゃんとハンドルを切り込んであげる。そうするとぶつからなくて済むっていう感覚が、こういう感覚までだったら自分がコントロールできてるなっていうのを自分で把握できるっていう、その基準っていうか感覚がつかめれば、おそらく実車に乗った時もその感覚になると思うんですよ。絶対そうです。いや、私も今多分言っても絶対そんなことしない自信はあります。なんかそう絶対無理だろうみたいなことを、ビビり症なんで、絶対もうちょっとやってもらっていいですかのところになって、なんかせっかく来たんでもうちょっといいですかって逆に言われそうな多分運転しかしきらん気がします。でももう今、半年前だったらそこで終わったんです。でも今もし行ったとしたら、自分がコントロールできる範囲内の8割ぐらいで走ってて、あと1割ちょっと行ってみようかっていうチャレンジはもう今できるような感覚じゃない。でも毎日結構行った時の足のあれを今こっちだ絶対できないところを今イメージトレーニングいつか行った時にこうそうです2、3、2なんか分からなくなるんですね。めっちゃこう本当はやっぱり押し付けるっていうか、そうですそこはやっぱこう物として使うんではなくて、やっぱりその生き物として感じるじゃないですけど、物理の法則的にならないものを無理やりですね、曲がらない状態のものを物理の法則的に曲げようと思っても曲がらないものは曲がらないので、
それを曲がるようにそこでなるためにはどうしたらいいかっていうのを手前から車の反応を見ながら必要最低限のところで持っていくっていうことが、まあ、感じることができないとできないと思うので、それができれば車の特性も自分で分かりながらコントロールするから、車が変わってもある程度コントロールできると思うんですよね。いや、そうなんですよ。やっぱ自分以上に多分裏地店の方々は車の特性をやっぱ考えようとされてると思う、セッティングをやっぱ私以上になんでそんなに乗れない車はなかったんですよ。だから本当あとは乗り方次第、でももうちょっとこういうところがこういう風になってくれたらもっといいんだろうなっていうのは分かりますよね。わかりますね。ただそれをする方法がまだ分からないから、そこを少しずつはいはやっていってると思うので、でもいつか車ももっと思ったように動くような車にはできると思うんですよね。い。そうですね。見えてるからですね、わかり車のます。方向性っていうのは。少し時間はかかりますけど、その15分とかじゃ直しきなんですけど、そうですね。でも一旦そういうのができるレベルになったとするじゃないですか。はいここから先半年1年後。そしたらもう次新しい車種を買っても一発目でそのセットに持っていきますよね。持っていきますね。だからやっぱその車を触ったりとかセッティングとかっていう知識も当然大事なんですけど、まあ、それに対して人間のそのスキルとかスキルアップっていうのもしっかりやっていかないと同じことをずっと繰り返すだけになってしまうので、今日は良かった、次の日はダメだったとかっていう繰り返しになるんです。いや、今日良かった、次の日良かった、じゃないですもんね。そこのこう操る、なんか基準がうまいこと作れるといいんですけど、いや、でも自分は実況システムは全然いいです。遠いとかはいいですけど、ちょっとだけ遠いっていうのと、いやだからやっぱりそのもう当たり前に感じてコントロールするのが当たり前になってきてるので、その感覚が分からなかったことの時の感覚っていうのがどんどん薄れていってると思うんですよね。なので今のうちにその感覚を形にしとかないと、まあ、次そういうのを自分もそういう楽しみ方をしたいなと思った人にこういうふうなことをやっていったらいいですよっていうその伝える方法がなくなってしまうので、つなぎというか、そうですよね。とりあえずゆっくり自分がコントロールできるスピードをまず自分で把握できるところまでをまずしっかりやるところをまあ7級、8級ぐらいの設定にして考えておいて、次それが分かって次何種だったんでしたっ私ですね。け？でもずっとグリップで走ってましたよね。ずっとです、ずっとです。で、その中に、ターンをやってもらっていいですか。結局、吉田さんからもらって、課題は結構覚えとるんで、あれを、音を流さずにこう向きを変える。結局、リアの舵を抜いとるんで、ガーって音が鳴る。リアタイヤを引きずるようなガガガガって音が、で、一瞬クスって抜いて、ちゃんと舵を抜いてグリップを抜けば、音がリアタイヤの引きずる音がなくなるからっていうやつでしたよね。で、その時に、向きを抜いてしっかりフロントを飛ばしてそれはしたんです。そしてそのフロントを引きずるというところからの応用でやっぱこの自分でガードレールにこうどこまで寄せれるか、危ないと思ったら引きフロントを逃がして前に寄って今とかリアを自分で自分です狙っていく、そういうことができる件と。ちょっとしましたね。で、なんかインフィールドのこれずっと最初コース走ったんですけど、自分がやりたいところを何回もやるためにショートカットしながらでもいろいろ隊長がやってきたことと同じことをずっとやれば同じ道は多分来ると思います。いくと思うんですけど、それを何をやってきたかをなんかこうまあ、宮本さんには
お願いしてるんですよね。その何をやってきたかをちょっと書いてもらって、やってきたことをこう書いてってもらうと、とりあえずそれだけにまだ8、7、9とかじゃなくて、やってきたことをはいわーって用意して、で、その中で多分順番がバラバラのもあると思うんですよね。だから逆に言うと隊長が今1年ちょっとかかった分が効率よく順番がもっとその飛び越したりとかせずにちゃんとこれをやった次これをやっていってその次これをやっていってっていうのが効率よく練習その課題があってそれをしっかりやっていけるっていうことが道筋が作れれば隊長が1年ちょっとかかったことが8ヶ月とか7ヶ月とかでできるような感じになるんじゃないかなと思うんですよ。だから宮本さんが2年1つとかかってるじゃないですか。でそれの効率が良くなった分が体調になってるわけですよ。なのでそんな難しいことではないんですけどその感覚だから伝わるっていうことが曖昧今のところまだ漠然として伝えてるのでしっかりその順序立てて課題があってそれをクリアしていったらこういうことが分かっていくっていうことができればもっと効率よく今ぐらいのところにの世界が見える状態に持っていけると思うんですよね。いろいろありましたね。今思いついたのはなんかまず立ち上がりもしたし立ち上がってからこっちからやっぱタケットをこっちを移す3つのタイヤを使って曲げるとかですよね。その時は確か暗い青色の80スープラーでやるよりは寄ったなと思うのでやっぱり加速して一回前に落としてだから右から左に乗せるのがアクセルで向きを変えるんじゃなくてこう右後ろ右前左前に回した後に左後ろそして今度右にいろいろ投資込むための一部を潰して左後ろから左前右前でこう後ろに飛んでいくときに一緒に前に行きますね。これはでも難しいですね。それ結構後の方じゃないですか。これは難しい。でもね、意外と先にもっと手前のことをこれなんか出してください。今ですらしてくださいと言われてさてできるかってそんなぴしゃり決めきらんですもんね。これは見ててそれを決めてる人となんとなしに決まった人の違いは分かりますわかります。はい。そこの感覚ですよね。そうです。そこに今やってるやっぱ結局そのバーサンダーといったところがうまく入ればもっと最後のフィニッシュのところがそうですね。だからそうなったっていうのじゃなくて、そうやろうとしてうまくいってできたっていう状態であれば10回中7回とか6回とかできる。でもそうなったっていうのは10回中7回8回なることはないような気がするんですよね。でそれがコントロール自分でしてるのか押し付けて見よう見まねでやってるのかの違いだと思うので実車でそういう感じで走ってる人が前に走ってたら、寄せれないし、寄せれるけど、寄せたくないですよね。本人がなるかならないかは分かってないのにでも自分でそれをしようと思ってる人のって流れがあるんですよね。でコントロールしようっていうのが見えてるからこれこうやっていこうとしてるなじゃあちょっと入ろうかなでもこれコントロール今ちょっと微妙な感じかなと思ったらそこから離れればいいんですよ。でも分からずにエイヤーで言ってる人は本人もどうなるか分からない一か八かで言ってる状態に合わせるって自殺行為に近いんですよ。起こるかもしれないですけど、それは後ろを走っても前走っても一緒ですからね。後ろからそういう状態で飛んでこられたら、あんま走りたくないそういう一緒です。実車だったら特にリスクがあるので。考えなんですね。とりあえずちょっと。そうですね。今だからで改めて昨日も宮本さんもそれ考えながら教えられてて、昨日はゆっくり走ってもらって。急ハンドル、急アクセル、急ブレーキなく滑らかに助手席に乗ってる人が気持ち悪くならないような走りで一周走れる自分の
コントロールできる限界をちょっと分析じゃないけど把握することをやってくださいってやりよって、宮本さんもこれできるかなって改めてなって、で改めてこうやってみると自分が思ってた以上にできる時もあるところもあれば、自分が目が超えてるからこそでパッと見た目できてるんだけど、自分では今自分がコントロールできないところまで行ってしまったとかっていうのも分かるから、同じことをやるんだけど難しく感じるんですよね。でもそれが改めてそういうことを一緒にやることで気づいたりとかって